私は陽子、50代の主婦。遡ること25年前、夫と結婚する直前に義父は病気で倒れた。そして体が少し不自由になった。生活の助け？そんなもん、私はしないよ。そう言い切ったのは義母だ。義父は体が不自由とはいえ、幸いにも時間はかかるが、自力で生活できていた。邪魔よ、クソじじい。義父に対する義母の態度はひどいものだ。ただ、義父も黙ってやられる性格ではない。うるせえばばあ。誰のおかげで生活できてると思ってんだ。義実家を訪問するたび、いさかいが聞こえる。お父さん、肩につかまってください。見かねて声をかける。義父はそっぽを向きつつも、私の肩に手を置いた。義母が眉を潜める。まあいやらしい。男と見れば誰彼構わずちょっかいを出すのね。攻撃の矛先が私に変わった。やめろ。せがれの嫁になんてことを言うんだ。鼻の下伸ばしてんじゃないわよ、クソじじい。なんだとクソババア。もう、こんな争いにはうんざりだ。ある日、義父が敷居につまずいて転んだ。どんくさいわね。床にうずくまる義父を嘲笑う義母。私たちと一緒に暮らしませんか？もう我慢できなかった。義父に手を差し伸べる。目的は金か。けれど、義父の返事は突き放すものだった。義父との同居には、夫も難色を示した。性格だしね。義母も強烈だが、義父も口が悪く気難しい。二人とも般若のような顔をしていがみ合っている。わかってる。でも、だからこそ、二人は少し距離をとってみるべきじゃない？それに、同居となったら、お父さんをお客様扱いしないわよ。夫の反対を押し切って、義父を我が家に引き取った。おい。おい。同居が始まっても、義父の態度はそのままだ。老いと言えば食事や新聞が出てくると思っている。もちろん、義母はそんな気の利いたことをしていなかったが、息子の嫁ならやって当たり前だと考えているのだろう。義父を引き取ったと知り、親戚からも驚かれた。義母の妹は、信じられない、とわざわざ家までやってきた。本当に偏屈じいさんと同居してるのね。うるせえ。どうせ金目当てだろ。俺に恩を売ったところで、金をやる気はない。お兄さんは相変わらずね。はおい。おーい。義父が私を呼ぶ。要求はわかる。でも、義父は甘やかさないと決めたのだ。義叔母の前でも遠慮しない。どうしましたか？は、早くしろ。首をかしげる。はい。何を早くしてほしいんですか？私、ちゃんと言われないとわかりません。ほら、あれだ。茶だ、茶。
お茶を何ですか？ようこさん、お茶、くれ。はい。私はとびきりの笑顔で答えた。このやりとりに、ギオバがまた大笑いした。やるねえ。実のところ、岐阜は悪い人じゃない。見えっ張りなだけで、意外と素直に言うことを聞いてくれる。岐阜との生活にも慣れてきた頃、私は妊娠した。岐阜に報告すると、えと目を見開いて口角を上げる。けれど、すぐに興味なさげに去っていった。義実家で一人暮らししている義母にも伝えたところ、いぶかしげな顔になった。嫌だ。汚らわしい。それ誰の子？夫が、俺の子に決まってるだろ。と苦々しそうにつぶやいた。子供の誕生は大きな転機となった。部屋にこもりがちだった岐阜がリビングに顔を出す時間が増えた。孫娘のめぐみが気になるのだろう。なんだ、寝てるのか。ベビーベッドを覗き込んで岐阜は頬を緩めた。今だけ俺がめぐみを見ていてやる。ようこさんは、ほら、昼寝でもしたらどうだ？岐阜はツンとした顔をしている。めぐみは夜泣きしてただろ。寝不足で倒れたらどうするんだ？母親なら健康には気をつけろ。ありがとうございます。俺は何もしないぞ。見てるだけだからな。お言葉に甘えてゆっくり寝かせてもらった。産後の体には睡眠が一番の幸せだ。それからも岐阜は育児に積極的。仕方ねえな。と不自由な体で懸命に恵みの世話をしてくれた。娘を通して岐阜との距離が縮まった。けれどまだ問題が残っている。義母の存在だ。孫の顔を見に来たとの口実で義母の訪問が増えた。でも娘の手を握ることもしない。へえ、孫の世話はしてやるのね。岐阜は以前のように義母を罵らなくなった。やめろよ。子供の前だ。義母はつまらなそうに舌打ちをした。何よ。昔は子供の世話なんかしなかったくせに。義母は意地の悪い笑みを浮かべて私を見下す。あんた金目当てでしょ？そうじゃなきゃ足手まといのじじいを引き取ったりしないもの。とんでもない女だね。岐阜は顔に青筋を立てた。でも決して声を荒げはしない。せがれの嫁になど遺産はやらん。苛立ちながらも岐阜は冷静に言い切った。その日の夜、仕事から帰宅した夫に昔の話を聞いた。母さんは親父を恨んでいるんだよ。ぽつりと夫が漏らす。親父は仕事しかしてこなかった。家庭を顧みなかったんだ。そっか。だからお母さんはお父さんにきつく当たるんだね。義母を少しかわいそうに思った。
義父は育児に関われなかった時間を埋めるように、私の娘を可愛がっている。恵まれた環境の私を、義母が妬ましく思う気持ちも理解できた。いや、でもさ、夫が続けた話は、私の想像とはまるで異なっていた。それから時は瞬く間に過ぎ、娘は成人して家を出た。義父はすっかり穏やかだ。一方、義母は相変わらずだ。介助のため、私が義父の手を握っただけで顔をしかめる。嫌だわ。人の旦那に色目を使って、はしたない。なんて汚らわしい女なの。義母は口を開けば、文句、嫌味。義父が深いため息をつく。黙れ、不愉快だ。金目当ての女なんかに騙されないでよ。ところで、元気がないわね。毒でも盛られて弱ってるの？ふざけたことを言うな。お前と争うのは無駄だと気づいただけだ。どうだか、嫁だって腹ん中じゃ早く厄介払いしたいと思ってるんだよ。あんたの価値なんてお金だけなんだから。いつも言ってるだろ。せがれの嫁に遺産はやらん。義父は私に目をやると、申し訳なさそうに小さく頭を下げた。80代の義父はすっかり足腰が弱った。今では介助なしで立ち上がることもできない。だからといって家にこもり続けるのは良くないので、車椅子で毎日散歩に出かけている。義母が顔を見せさえしなければ生活は平和だ。いつも車椅子を押してのんびりと歩いていた。変わらない日常だった。なのにその日の夜、義父は亡くなった。泣き崩れる私に夫が声をかけてくれる。家のベッドで普段通り寝ながらあの世に行けたんだ。親父は幸せだったと思うよ。身内だけの小さな葬式で義母もしくしく涙を流す。私が最後に義父の顔を見ようと棺に近づくと、義母に突き飛ばされた。棺にしがみついて私をきっと睨みつけている。遺産目当ての女狐、私の旦那に近寄るな。クソじじいと罵っていたけれど、義父の死に義母もショックを受けているらしい。だが、葬式が済んだ翌日、我が家にやってきた義母は危機として尋ねた。ねえ、あの人のお金はどこ？私は唖然とする。黙っている夫の背中を義母はバシンと叩いた。隠したって無駄。遺産は全部私がもらうよ。だって私は妻だからね。義母は義父の死を慎んでいなかった。葬式の時の姿は演技に違いない。ああ、遺産か。夫はどこかに電話をかけた。そして義父が生前から依頼していたという弁護士が到着。弁護士の登場に義母は期待をあふれさせた。あらまあ、わざわざ弁護士が来てくださるなんて、あの人たっぷり溜め込んでいたのね。別居を始めてからは最低限の生活費しかもらえなかったのよ。どれだけ惨めな生活だったか。舌なめずりする義母に弁護士は難しい言葉で説明する。けれど義母には意味がわからないようだ。
眉間にシワを寄せ、で、何なの？遺産はいくらってこと？と、弁護士に詰め寄る。弁護士は一つ咳払いをすると、最も簡単な一言で表した。つまり、遺産はありません。はあ？ない？ないってどういうこと？義母は取り乱し、弁護士につかみかかる。慌てて夫が引き剥がした。ないものはないんだよ。まあ、母さんが住んでる実家も遺産に含まれるけど、田舎の古い家なんて価値はない。親父の口座の残高は数十万だ。遺産ってほどのものはないってことだよ。そんなはずないわ。今度は夫に飛びかかる義母。私も頭が混乱していた。仕事人間だったあの人はお金を貯め込んでいたのよ。少なくとも数千万はあったはずだわ。私も義母と同じ認識だ。義父が散財していた様子もない。ポカンとしている私に義母は鋭い視線を向ける。わかった。お前の仕業ね。色目使ってお金をむしり取ったんでしょ。いえ、そんなことしていません。はあ、いやらしい。25年前、あの人を家から連れて出たのも、私から引き離すため。人の旦那をたぶらかしたんだね。突然の言いがかりに、私は硬直した。本当に最低な女だわ。80代とは思えないのぶとい土星に足が震える。そんな私の肩を夫が優しく引き寄せた。いい加減にしろ。陽子は関係ない。親父だって嫁に遺産はやらないと常々言っていただろう。だったらどうしてお金がないのよ。めぐみにくれたんだ。え？目を丸くする義母。私も同じ顔をした。夫は顎を上げて義母に言う。ほら、親父は嫁に一切金を渡さなかった。これで文句ないだろ。そんなのへりくつだわ。義母は悔しそうに拳を握った。夫はさらに追い打ちをかける。それに、最低なのは母さんだ。義母は鼻の穴を大きく膨らませる。なんてひどいことを。薄情な息子ね。育ててやった恩も忘れたのか。いや、俺、母さんに育てられてない。は？母さんこそ忘れたの？俺を育ててくれたのは、文子おばあちゃんだ。文子おばあちゃんとは、義母の妹だ。義父は家庭をおろそかにして働き詰めだった。でも、だから義母が一人で育児をしていたわけではない。毎日のように幼い夫を義母場に預けていたそうだ。義母は分が悪くなり、顔を歪める。夫は冷静に続けた。俺や親父が知らないとでも思ってた。母さんが俺を放って男遊びしていたことを。とうとう義母はうつむいた。親父が何も言わないからって、ずいぶん好き勝手してきたね。親父は世間体を気にして離婚しなかったようだけど、俺は違う。先ほどまでの勢いは失せ、義母はみるみる小さくなっていく。母さん、もう関わらないでくれ。縁を切ろう。そんなのひどいわ。
金もない年寄りが、これからどうやって生きていけばいいの？実家まで奪いはしないよ。過去を顧みながら、一人寂しい老後を過ごせばいいじゃないか。義母は夫にしがみついて懇願する。そんな、ダメよ。私を見捨てないで。私、このままじゃ生きていけない。つつましく年金暮らししてくれ。だから、それじゃダメなのよ。ついに義母は金切り声を上げた。義母の言い分はとんでもないものだ。かなり弱ってきてたから、そろそろお迎えが来るだろうと思って、借金してお金使っちゃった。はあ？私だって追い先短いんだから、お金を使いたかったの。もうすぐ大金が手に入ると思ってたんだから仕方ないじゃない。まさかとは思うけど、その年になって、まだ男遊び？ホストよ。ホストっていいわね。心の癒しよ。不気味な笑みを浮かべる義母に、夫は頭を抱えた。本当に最低な人間だな。その後の義母は、遺産を奪われたと親戚中に泣きついた。けれど、誰もが知らん顔。義母の実の妹ですら、自業自得と突き放したそうだ。みんなひどい。と、泣いている義母に同情すらできない。その後も、義母は我が家を訪ねてきたが、すべて無視していた。そして1年後、どこから情報を得たのか、岐阜の一周忌に義母がやってきた。料亭での食事中、親戚が集まっていた。私はあんたたちのせいでどん底よ。借金で首が回らなくて家も売ったの。ねえ、お金をちょうだいよ。義母はやつれ果てていた。夫が義母を追い出そうと背中を押す。すると、後ろで大きなため息が聞こえた。姉ちゃん、みっともないからもうやめな。義母場だ。もう息子夫婦に迷惑をかけるんじゃないよ。どうして私だけ苦労しなくちゃいけないのよ。ああ、お金さえあれば。あのクソじじい。嫁じゃなくて孫にお金をやるなんて、トンチみたいなことをしやがって。法要の席でわめき立てる義母に冷たい視線が突き刺さる。義母は鼻で笑った。よくもまあ、平気な顔してここに来たもんだ。あんたはね、ここにいるみんなに見捨てられてるんだよ。はあ？遺産は姉ちゃんにももらう権利はあった。私がみんなにお願いしたんだよ。姉ちゃんには内緒にしようって。義母は不可思議そうだ。え？遺産はもうなかったのよ。無知だね。孫にすべて生前贈与されたとしても、姉ちゃんの取り分は請求できたんだ。少なくとも1000万はもらえたんじゃない？どういうこと？つまり、妻である姉ちゃんは孫から取り戻してでも確実にもらえる分があったの。義母は目を輝かせた。まあ、じゃあ私、1000万もらえるのね。ああ、助かった。安堵しきった表情の義母。うすら笑った夫が口を開く。もう手遅れだ。は？遺留分請求の期限は1年。残念だったね。え、どういうこと？
混乱する義母の肩を義叔母が叩いた。時効だよ。もうお金はもらえないってこと。これ、みんな知ってたの。誰も姉ちゃんに教えてくれなかったでしょ。義母は目を見開いて固まった。つまり、みんな敵ってこと？後ずさりする義母に、夫は言い放った。敵じゃないよ。味方でもない。ただ、母さんのことをどうでもいいと思ってるだけ。いやよ。ねえ、誰か助けて。ガタガタ震える義母は、親戚全員に見放されていた。身勝手な義母は、貧しく寂しい老後を送っている。たびたび我が家に助けを求めに来るが、夫は決して応じなかった。一方、多額の遺産を手にした娘は、散財などせず、普通の会社員として働いている。お母さんたちの老後は安泰だね。おじいちゃんがお金を残してくれたから。私はうなずく。そうね。おじいちゃんに感謝しないと。うん。きっとおじいちゃんはお母さんに感謝してると思うよ。二人で散歩している後ろ姿は本当に幸せそうだった。娘の言葉に私は目頭が熱くなる。岐阜と過ごした25年を思い起こして仏壇に手を合わせた。